ピニャラーマッシュです。ということで今回も少しやっていくんですけど、今回はこちらですね。カンストペッカ使ってみたっていうことでやっていきたいと思います。はい、ということで、ペッカの方のイベントを終わらせました。そしてカンストまでね、育成したというところがあるので、今回はペッカを使って遊んでいこうと思うわけですが、皆さんはペッカ入手したでしょうか？ちょっとね、数試合ね、いろいろ試してみたんだけど、どうなのというところですね。結果強いんですかというところでちょっと喋りながら遊んでいければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということでまずはペッカの能力の方から確認していきましょう。パワーの方から見ていきます。勢いよく剣を振り下ろして地割れを発生させるということで、パワー使えば効果力の縦長にね、範囲攻撃を出してくれる、そんな感じでございます。パワーのレベルになると2秒後に地割れが再度炸裂ということで、2秒後に追加攻撃を行ってくれるっていうのをね、覚えておきましょう。で、パワー3ではチャージ速度がちょっと速くなって、で、パワーのレベル4で範囲とダメージが 20% アップ、レベル5の方で地割れに当たった敵の攻撃速度が 20% 低下という感じになっています。はい、特性の方が3回に1回クリティカルヒットですね。通常攻撃の3回目がね、クリティカルヒットになって、追加ダメージ 50% なんで、結構ね、このクリティカルヒットダメージ高いんですよ。っていうのはまず覚えておきましょう。で、クリティカルヒットをした時に、蝶々1匹入手して、ペッカのダメージが 3% ずつ上昇して、最大 60% になると、これもね、結構強そうに思いますが、クリティカルヒットの時にまたアクションがね、一つ起こると。で、その蝶々を入手するたびに回復っていうところなんで、3回に1回の攻撃で回復してくれると。で、特性のレベル5の方では 20% の追加 HP なので、この数値上は12000かな。ペッカっていうのは関数すると、12000の体力で戦ってくれるという感じになっています。はい。で、特性のレベル5、クリティカルヒットのダメージが 30% アップという感じですね。で、最後、ターボですね。ターボで、特徴的なのはレベル1のところですね。ペッカに対するスタンとノックバックが無効っていうところなので、ペッカは、ビクともしないという感じですね。ボスモンスターの攻撃を受けても、大丈夫だし、例えばホグラッシュとかもね、はい、受けないと思います。そして、スピードブースト 130% ということで、この辺は普通のターボの能力になっていますね。はい、チャージ速度 15% 上昇で、ターボ1個付与というところで、この辺はババキンとか着衣と一緒の能力になっていますが、ざっとこんな感じ。で、見ていただいてわかる通り、特性の方ですね。よくあるファイターのバフとか、着衣だったらホットシュートのバフですね。体力が何十%アップするとか、そういったのがないっていうのがね、やっぱペッカの特徴となっている。ペッカ自身にどういった能力が付与されるかっていうのがね、ペッカの特徴かなと思います。はい、ということで、ペッカちょっと訓練上でね、動きだけ確認しておきましょう。まず、通常攻撃見ていきますか。3回に1回クリティカルヒットどんなものなのかっていうところで、はい、1回目。そして、2回目。そしてベビドラのスタン攻撃食らない。はい、3回目。はい、こんな感じで。で、蝶々入手するみたいな感じですね。はい、ちょっといろいろありましたが、3回に1回攻撃を、通常攻撃からね、クリティカルヒットダメージ当てると思うんですけど、この3発目。クリティカルヒットを準備してるときはこんな感じで剣が結構かっこよくね、光っているわけなんですけど、この攻撃がクリティカルヒットで、一発でね、一気にズドンとやって、蝶々を回収すると。で、蝶々を回収するとダメージがね、アップしていくっていうのがあったと思うんですけど、それが、体力の横ですね。ペッカのアイコンの、周りになんかちっちゃくね、ゲージが溜まってってると思うんですよ。これが3回に1回この蝶々をね、集めるごとにちょっとずつチャージされてるってことで、はい、蝶々を取ったらちょっと増えた。はい、こんな感じですね。っていうところが、ペッカの動きになっています。で、あとはさっきあった通り、ベビドラのノックバック攻撃ですね。あれも受けずに、ペッカはずっとね、立ち続けていた。これですね。はい、ノックバックをしないということで、この辺がやっぱ特徴かなと思います。で、最後にこの地割れ攻撃だけでね、はい、パワーの方だけ見ておきましょう。こんな感じで、はい、縦長の射程になっています。で、これを発動して、ダメージを与えて、2秒後に爆発と。そして、地割れ攻撃を受けたので、この敵のね、攻撃速度が 20% ダウンみたいな感じであったと思うんですけど、はい、それも発動している。そんな映像がちょっと確認できたかなと思います。はい、ということで、スカットリーグの方でね、遊んでいきましょうか。とりあえず、まだね、編成固まってないです。はい、何が強いのかわかんない、これは。とりあえず、いつもの、マックスレオンからね、始まる強い編成を当てはめているんですけど、とりあえずね、アイスウィザードと似たっていうのが鍵だと思っていて、ちょっとそこをね、入れているわけなんですけど、その他は特にいつもと変わりない感じですね。はい、しっかりと序盤はメイビスで稼いで、ペニーで地図回収して、しっかりとオプティマスとかバトルヒーマーで取っていく。はい、その辺をちょっと意識して遊んでいければと思います。パワーの方も、まだ決まってないです。なんかね、本当はね、メガファイブとか入れたいんだけど、ちょっと入らないっていうところで、一旦これで遊んでいきましょう。第1試合目、ターボオーバーロードやっていきましょう。ということで、ペッカどうですか皆さん。使ってみましたか？正直、結論を教えてくれと。
強いのか強くないのか教えてくれというところなんですけど、あえて強いか強くないかの2つで、極論でね、言うんであれば、弱いかな。強くはないですね、このヒーロー。その辺もね、今回動画で喋っていければいいと思うんですけど、まずね、編成がちゃんとしてないっていうのは一つあると思います。このペッカに対して、この編成が正解じゃないと思うので、そこがまず一つね、弱いっていう理由になっているっていうのはね、あるかもしれないんですけど、なんで弱いのかっていうとね、攻撃速度が遅すぎる。このね、一発が強いっていうのはいいんだけど、一発は確かに強いんだけど、攻撃速度が遅すぎて、やる前にやられるって言ったら分かりやすいですかね。やる前にやられるっていう感じになっています。で、まずは試験合宿からやっていくんだけど、ちょっといろいろマジで突っ込みたいところがあって、まず一つ目がやっぱね、蝶々を集めてダメージがアップしていくっていうこのゲージね。ゲージあると思うんだけど、これがですね、試合中全然たまんないですね。全然たまんない。たまって、半分くらいっていうところで、なんやかんやでね、そんなにたまらず、この攻撃が強いのか強くないのかっていうところが、よくわかんないまま、終わってしまうっていうのがまず一つあります。で、今のボットもね、結構、ダメージね、入れる、いくらやっぱ一発が強いで言えと、一撃必殺じゃないんでね。別に敵も耐えるんで、数発は。で、攻撃速度が遅いから、なんか結局時間かかるんよ。結局時間かかってさ、これパワー使うけど、パワー使ってもこのくらいなんだよね。で、今クリティカルヒットがちょっと当たったから、半分くらい削った感じはあるけど、いや、これ遅いんだよ。この攻撃速度が遅い割に、やっぱ単体攻撃だから、敵をね、一体ずつ、だからサブキャラに当たってしまうと、ただただ隙が多いキャラなんだよね、本当に。ただ隙が多くて、単体攻撃だからね、これが範囲攻撃とかでヒーローもろとも一気に潰していけるんだったら超強いと思うんだけど、なかなかね、いや、これペッカ対決痛いよ。もうこれなんか潰されるみたいなね。お互いに潰しちゃうみたいな感じなんだけど、だからそこがちょっとでかいのかなと思います。で、スパイクに勝てるかみたいなところはね、勝てないと思うな。スパイクには勝てないですね。さあ、これ、スパイク来たよ。はい、スパイク来たよ。はい、これですね。やられてますね。全員やられました。これがね、もうペッカあるあるなんよ。足も遅いし、攻撃速度も遅いから、戦いたくないのに戦ってしまって、で、こうなるとサブキャラ全部失って、また最初からやり直しっていうので、これが弱いっすね、マジで、本当に。で、今のはペッカ対決っていうのあるかもしれないけど、スパイク対決とかも一緒で、結局ね、こっちが攻撃する前に全部やられるんよ。サブキャラが。いや、また来た。戦いたくない。こっちが戦う前にサブキャラ全部やられるでしょ。いやー、これもちょっと怖いよ、大丈夫？で、全部やられるとどうなるかっていうと、結局ね、ポコで回復されるんよ。で、サブキャラに対してさ、バフがないキャラだからさ、結局、こっちがちょっと攻撃して一発重いダメージを与えたとしても、ポコで全部回復されて、サブキャラが全部失ってみたいな。で、結局、戦えなくなってみたいな。はい、これね、一気に、はい、全部消える、サブキャラが。で、スタン攻撃受けないって言っても、結局このペッカ言っただけになる。はい、これね。スパイクで全部ね、やられるんだよね、サブキャラが。で、エメラルドも取られる、ポコで回復されるから、盤石になる、みたいな感じで。結局意味ないのよ。この人もね、やられてるね。ペッカ、せめて3位になるためにこのペッカを叩き潰したくても、反対攻撃が当たんない、攻撃速度遅すぎみたいな。はい、こんな感じでもう何してんのみたいな。もうただ、もうスパイクの餌とね、なってるわけですよ。はい、っていうところで、やられたけど、何にもできずに終わる。こんな感じで。弱いですね、ペッカは。何にもね、できずに終わるっていうのがあります。さあ、2試合目、エメナベやっていきましょう。敵全員スパイクでしたね。はい、プレイヤー3人スパイクなんだけど、ちょっと1試合目でね、分かったと思う。結局、攻撃速度が遅すぎるから、次の攻撃をする前ですね。ペッカが一発ね、ダメージ与えて、例えば体力の半分くらいね、削ったとしても、その体力半分削ったやつを全部ね、こっちのサブキャラを倒されて、ポコが回復して、で、全回復して、で、やっとペッカが2発目を撃つみたいな感じで、とにかくね、攻撃速度が遅いから、回復される余裕がある。そして、サブキャラに対してやっぱバフがないんでね。ババキンみたいに体力、ファイターだけでも 50% アップするとか、そういったバフがないんで、攻撃速度に関しても、とにかくサブキャラに対して何かをね、してあげれないので、マジでね、サブキャラがやられやすすぎる、ヒーローなんだよね。っていうところがあって、サブキャラがマジでやられやすい。結論それかな。で、サブキャラ結局やられてしまうと、何にもね、足が遅くなったりとか、そういうのね、効果なくなるから、それで結局、押し負けるみたいな。だから結局ババキンと一緒ですね。体力だけ高くても意味ないよ。やっぱサブキャラがやられてしまったら、体力高くてもね、意味なくて、
これもまたね、やられてしまうようで、鍵は取らないでね。さあ、これで追いかけます。これね、初手突はちょっと強かったりするんだけど、いや、結局ね、ポコいるんだよな、敵。敵にポコがいて、これ全部やられてるでしょこれ。で、その、蝶々もまだ集まってないから、全然ダメージも出せれないし、みたいな。弱いよねこれマジで。どうすんので、移動速度も遅いし、なんかね、取り柄がないっす。たまにというか、たまにね、このクリティカルヒットがマジでクリティカルに当たって、敵をなんかワンパンしましたみたいなのあるんだけど、たまにです、マジで。はい、これも全部サブキャラやられるんでね、これ。マジでサブキャラやられる。何がしたいのこれ、取ったメイビス、どこ行ったいや、マジで意味がわかんないんでね、これ。本当にね、ペッカ弱いです。マジで弱い。強いて言うなら弱いとかじゃなくて、ちゃんと弱いですね。アチャクイ使った方がいい。だってさ、効果力でヒーローを落とすんだったら、アチャクイ使った方がね、安定します。てか安定してるもん。勝率、自分の勝率もやってみても多分ね、アチャクイの方が余裕で勝てるんで、ペッカは急いで取る必要はないかな。今んとこ。急いで取るべきはやっぱね、スパイクです。スパイク取った方が、強いですね。この集めたサブキャラがとにかくやられやすすぎる。やられやす、なんかバフが欲しいというよりも、何なんだろうね。何にもしてくれないんだよね。もうちょっとなんかしてほしいけど。いや、これポコいないからさ、こっちに回復できなくて、で、これで一気に消される。いや、で、敵にね、いや、いけ、ワンチャン。いや、ワンチャンがないんだよな、ワンチャンが。いや、そこのさ、その体力消してくんない？いや、ほら。回復された全部。ポコで。ポコじゃねえや。ハートサボテンね。なんだっけ。敵をキルしてさ、サボテンで回復できるじゃん。スパイクってやつは。それで全部回復されましたね。さあ、それで、一気に、叩け。叩いた。こんな感じで、なんかちょっと、なんかうだうだしてくれる敵には叩くんだけど、強いかって言われるとなんかたまたまだよね。これだからヒーロー直落としをさ、たまたましてくれただけじゃん。いや、体力がないよ、こっちは。体力が。ちょっと逃げてくんないかな。さあ、ちょっと一回これで走って、いやー、頑張ってほしいんだけどな。ちょっと渋いよな、これ。渋いよな。さあ、これ、技使って、叩き潰せ。いけ、痛い。おい、弱いっていう話だったじゃん。それ叩いてくれんの？なんかコツがあるのかな？これね、コツ掴んでるかわかんないけどさ、なんなのこれ？強いのこれ。だからたまたまヒーローをさ、直撃したら強いんよ。それはね、認めるんだけど、基本負けるんよな。今回マジたまたま。これマジでね、たまたま。これがね、ペッカ強い。これ普通だよって言えないね、まだ。慣れたら、これをね、連発できるんかもしんないけど、これが普通だと思わないでください。この2回ね、連続ヒーロー直落しっていうのは、マジでまぐれです。はい、ということで今回はペッカー使っていきましたが、いかがだったでしょうか。どっちかというと1戦目の方が普通かな。マジでね、2試合目はまぐれです。これね、ペッカ使ったことある人だったらね、わかると思うんだけど、マジでね、あんな感じで直落としできるのはね、まぐれとまでは言わなくても、そんなにないですね。基本はやられます。何回も言った通り、やっぱね、こっちは単体攻撃、そしてサブキャラに特別バフが乗るわけでもないっていうのがあるので、サブキャラは本当ね、なんかアイスウィザードの敵をデバフさせるとか、ニタでこっちの守備力上げるとか、そういった能力が持ってる方がいいのかなと。ダイナマイクとか編成してみたんだけど、やっぱりダイナマイクとかって通常攻撃してくれるだけのキャラなんで、スパイクでね、絡め取られやすすぎるんだよね。っていうのがあったりして、なんかそういったキャラはあんまり強くないなと感じました。で、あとペッカっていうのは基本的に単体攻撃なので、ヒーロー直落としをできればラッキーなんだけど、一発目をねじ込んだ後に、こっちのサブキャラが全部やられて、ポコで回復されて何もなかったことにされるという感じになっています。サブキャラから削ろうとしてもね、やっぱね、あんまり命中しないね、攻撃っていうのが、1体たまに叩き落とせるけど、1体叩き落としたところでみたいな感じなんでね、っていうのもあります。で、あとパワーね。パワーっていうのもなかなかね、使いこなすのが難しくて、一発目の衝撃波をね、当った時っていうのは、強いんですよ。で、体力半分くらい持っていけるんですよ。なんだけど、やっぱポコで回復される、こっちがキルされてっていうのもあって、で、さらに2秒後の爆破ね、2秒後に追加攻撃するじゃないですか。パワーが。それね、当たんない。マジで2秒後の攻撃当たんなくて、それもね、ちょっと亡き者になってしまってるので、ちょっとその辺があるのかなと思います。結論、ペッカを使うよりは、スパイク使った方が多分勝てるんで、はい、スパイク育成してみてください。で、ペッカがちょこちょこいると思うんで、ペッカに対しては気をつけるくらいかな。あんな感じでワンチャン叩き潰されるんで、ペッカの近くに行くと、不用意に近くに行くと叩き潰せるんだけど、サボテンボムね、遠距離攻撃なんで、周りから削っていけば、どうにかなるのかなとは思っていますので、はい、そんな感じで、もうちょっといい編成とか、あと使いこなせたら、強いとは思うんだけど、
まあ、今のところはね、アチャクイ使った方が同じくらいの火力を安定して出せるよっていうのは言えると思うので、はい、アチャクイかスパイクの方がね、いいと思いますが、まあ、ちょっとペッカまた、しっかりと使いこなせるようにね、頑張ってみたいと思います。まあ、ヒーローを叩き落とす、ワンチャン持っていくっていうのもなんかコツがあると思うので、その辺ですね、また、皆さんもぜひコメントにペッカの評価お待ちしております。ということでよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。